今日は材料3つで作れるカルピスみかんゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料たったの3つで作れるカルピスみかんゼリーを作りたいと思います。今回はですね、こちらじゃじゃーん。はい。皆さんもね、見たことあるんじゃないでしょうか。これカルピスを作る原液ですね。今回はこの原液を使って作っていきたいと思います。そしてさらにみかんの缶詰を使うのでとても手軽に作れます。すごく簡単なのでぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずカルピスゼリーの材料からご紹介します。材料はこちらです。カルピスの原液、お水、お湯、粉ゼラチンです。こちらの材料で作っていきます。カルピスの原液こちらです。はい。皆さんも見たことあるかなと思うんですけれども、5倍に薄めて使うって書いてあるんですけど、今回はね、濃いめに作っていきたいと思います。そしてみかんゼリーの材料はこちらです。みかんの缶詰、粉ゼラチン、お湯です。こちらの材料で作っていきます。今回私が使うね、みかんの缶詰1缶の重さは 425g です。そのうちのみかんの量が 230g になります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは最初にカルピスゼリーを作ります。まずですね、こちらの粉ゼラチンをお湯でしっかりと溶かします。まず容器に粉ゼラチンを入れていただいて、お湯は沸騰直前のお湯を使うようにしてください。で、こちらをまず少し入れて、そして混ぜます。ダマができないようにしっかり混ぜましょう。はい。で、だいたい溶けたら残りのお湯を入れます。これね、一度に加えると結構ゼラチンがね、ダマになりやすいので、2回ぐらいに分けて加えて混ぜてください。そしてしっかりとゼラチンの粒がなくなるまで溶かしてください。今しっかり混ぜた状態なんですけども、微妙にまだ下に粒々が残ってます。これは時間が経つと溶けますので、一旦これはこのまま置いておきます。続いてカルピスの液を作っていきます。まずこちらがカルピスの原液です。そしてここにお水です。で、一旦これで混ぜていただいて、これで味見をしてください。味の濃さをね、ちょっと濃いめぐらいがね、おすすめなので、お水がだいたい2倍から 0.8 倍ぐらいがね、ちょうどいいかなと思います。ちょっと味が薄いなっていう方はカルピスの原液を、大さじ1杯ぐらいかな、入れてみてください。で、これね、あんまり入れすぎちゃうと今度はゼラチンで固まらなくなってしまいますので、入れすぎにはね、注意してください。全体の容量が 300ml ぐらいまでだったら、ゼラチン 5g で OK です。この後ね、ゼラチンを加えるんですけれども、カルピスの液が冷たいとゼラチンを入れた時に粒々が出てくる場合もありますので、一旦これを電子レンジ 600W で20秒ほど加熱します。そしてもう一度混ぜましょう。で、冷たいなって感じないぐらいになれば OK です。それではね、ゼラチンを見てみましょう。先ほど底の方にあった少しね、粒々がもう消えてますね。この時にまだ粒々があった場合は、電子レンジ 600W で15秒ぐらい加熱して、その後ね、もう一度よく混ぜてください。ゼラチンがしっかり溶けるとこのように透明な液体になりますので、このぐらいになるまで必ず溶かすようにしてください。カルピスの液にゼラチンを加えるんですけれども、まずはじめにこの溶かしたゼラチンにカルピスの液を少し入れます。で、最初こちら側でなじませてから入れていきます。そうすることで綺麗に固まります。はい、 OK です。そしたらこちら側に戻します。で、よく混ぜましょう。で、この時ね、泡立て器使っていただいてもいいんですけど、そうするとね、泡々ができてしまうので、ゴムベラとかでね、優しく混ぜるのがおすすめです。このようによく混ざれば OK です。それではね、容器に入れていきます。今回は 150ml の容器4個分になります。で、これをだいたい半分ぐらいまで入れていきます。はい、これで OK です。それではこちらを冷蔵庫で3時間ほど冷やし固めます。冷やす時はこのように上にラップをします。これで OK です。それではこのまま冷蔵庫で冷やし固めます。それではみかんゼリーを作っていきます。まずはじめに粉ゼラチンを溶かします。粉ゼラチンにお湯を加えます。で、この時もお湯は半分ずつ加えましょう。そして混ぜます。で、だいたい溶けたらもう半分加えます。そしてよく混ぜましょう。
で、ある程度ね、液体が透明になるまで混ぜてください。これで OK です。で、みかんのゼリーの場合は、この後ね、すぐみかんの缶詰と混ぜるので、1回でね、綺麗に溶かしてください。なかなか溶けないねっていう時は、一度2、3分置いていただいて、それでも溶けない時は、電子レンジ 600W で15秒から20秒ほど加熱してみてください。で、このように透明になれば OK です。じゃあね、この2つを混ぜていきます。で、みかんの缶詰は基本ね、缶詰は常温で置いてあるかなと思いますので、缶詰が冷たいっていうことはないと思うんですが、もしね、冷蔵庫とかで保存していて、みかんがね、冷たい場合は、みかんとシロップを分けていただいて、シロップだけね、少しレンジで温めてゼラチンと混ぜるようにしてください。でね、こちらにゼラチンそのまま入れちゃいます。この時ね、ゼラチンがね、きちんと溶けてないと粒々ができてしまいますので、ゼラチンは必ずきれいに溶かしてください。そして混ぜます。この時みかんをね、潰さないように注意してください。それでは、このままね、冷やし固めてもいいんですけど、バットでやった方がね、後々作業しやすいので、バットとか、あとはタッパーとかに入れます。こんな感じですね。で、みかんを全体的に広げていただいて、はい、それではここにラップをします。そしてこちらも同様に冷蔵庫で 2,3 時間冷やし固めます。はい、みかんゼリーが固まりました。こんな感じです。そうしましたら、こちらのゼリーをスプーンで崩していきたいと思います。で、この時にね、みかんの粒、できるだけね、潰さないようにしましょう。このようにスプーンでまず崩します。それではこちら、固めておいたカルピスゼリーですね。このようにプルッと固まってます。そうしましたら、この上にこのみかんゼリーをバランスよくね、乗せていきます。はい、こんな感じで OK です。それではね、どんどん乗せていきたいと思います。はい、これで完成しました。こんな感じに仕上がってます。はい、これでカルピスみかんゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、上がこんな感じでゴロゴロ丸ごとみかんのゼリーで、下がカルピスゼリーになってます。これで完成です。それではいただきます。プルップルで美味しそうです。みかんゼリーの方からいただきます。美味しい。すっごくさっぱりしてて美味しいです。甘さもね、ちょうどいいですね。カルピスゼリーいただきます。プルプルです。いただきます。美味しい。甘さもね、ちょうどいいですね。とにかくすっごくさっぱりしてます。それではみかんと一緒にいただきます。美味しい。ゼリーのね、硬さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカルピスみかんゼリーのポイントです。まずカルピスなんですけれども、今回原液のものを使ってます。カルピスゼリーの濃さはお好みで調整していただいて大丈夫です。全体の量が 300ml 以内だったら大丈夫ですので、その範囲でカルピスの濃さを調整してみてください。上のみかんゼリーのポイントです。みかんゼリーの場合は、ゼラチンを加える時にみかんの缶詰が冷たい場合は、缶詰のシロップだけ少し温めて、その後ゼラチンと混ぜて最後にみかんの実を入れて混ぜるようにしてください。このゼラチンのポイントなんですけれども、ゼラチンはまずきれいに溶かすことと、溶かしたゼラチンと混ぜる液体はほんの少しでいいので、温かい状態にして混ぜてみてください。で、この液が冷たいとですね、ゼラチンを入れた瞬間にゼラチンの粒々が出てしまう場合があります。そうするとですね、こう食べた時につるんとした食感にちょっとザラつきが出てしまいますので、こちらは注意していただけたらと思います。あとは冷やして固めるだけなので、すごく簡単に作れます。で、みかんのゼリーに関しては、スプーンでクラッシュする時にみかんの粒はね、できるだけ潰さないようにしてください。カルピスの原液も今ね、スーパーとかに行くとメロン味とかブドウ味とか桃味とかね、いろんなフレーバーが出ていますので、お好みのもので作っていただくのもいいかなと思います。で、さらに上に乗せたみかんゼリーは桃の缶詰とかそういった缶詰類でも作ることができるので、お好みのフルーツで作っていただくのもいいかなと思います。作り方はすごく簡単なので、ぜひ作ってみてください。
ということで今日はカルピスみかんゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。